どうもいつもです。はい、では一緒に見ていきましょう。自分は必ず下地を作って色を塗っていきます。これはエアブラシで大まかに、明るい部分を塗って、そして筆で塗っていくというような感じで、本格的に塗っていくというような感じでやっていきました。で選択範囲で囲ってエアブラシとか筆で塗ると本当によくいい色を塗ることができます。でまた自分は液晶タブレットではないので、どうしてもきれいに、選択範囲を囲うことができなかったりするので、このように選択範囲を消すツールでちょっと消して、ちゃんとまっすぐになるように微調整して、でそれから色を塗っていきました。こちらはエアブラシですね。エアブラシでやって、で普通のブラシですね。普通の筆というかブラシというか、それで塗ったりしていきます。でコートの下の部分も同じような感じで選択範囲で囲ったりして、でそれでエアブラシとか、また普通のブラシですね。エアブラシとまたブラシですね。でそれで塗って、でやっぱり色の境目があまりにもくっきりに、見えるとちょっと不自然な風に見えたりするので、そういう時は今からお見せすると思うんですが、滑らか水彩というのがあるんですね。水彩の中に、水彩ツールの中に、その滑らか水彩で色の境目をなじまして、でぼかすような作用があるんですね。でそれで、なじませて、で自然に見えるようにやっていきました。で影の部分も同じような風にやっていきました。同じようにやっていきました。選択範囲で囲って、でエアブラシとかブラシとかでやっていきました。次はですね、ちょっとしたものなんですが、ボタンを通す穴ってありますよね。そこをちょっと工夫したので、ちょっとだけ見てみましょう。このように、自分は今回はベタ塗りペンで、ボタンを通す穴を線を引いたんですけれども、でそのベタ塗りペンのままだと均一な線なのであまり良くないと思って、それで、消しゴムのざっくりでちょっと微妙に、幅が広いところとかちょっと細いところっていうような感じで、微調整して消しました。でこの線はレイヤーを別に穴専用のレイヤーとして作って線を引きました。でレイヤーのこういったところがありますよね。これのこの回る境界効果、ここをクリックします。すると縁とか色とかありますよね。これをですねやると、このような先ほど線を引いた周りにこのような色がつくんですね。でこれだと不自然ですよね。なのでコートのすでに塗った明るい部分を、このように設定して、
のように結構自然になりますよね。で縁の太さも変えられるので、これを細くしました。はい、本当に小さな、テクニックといいますか、はい、やり方なんですけれども、こういうことをやったら作業の手間も減るかなと思いましてやりました。で今ボタンなんですけれども、これは楕円定規で、やってます。で自分もそうだったんですけれども、初心者の方の中には全部手書きで描かないとダメだっていうふうに考えてる方とかいると思うんですけれども、でも自分もそうだったんですけれども、ボタンとか歪んでしまってはいけない部分じゃないですか。また自分は液晶タブレットではないので、どうしてもやっぱり線がぶれるんですね。なのでやっぱりこういった楕円定規とか使ってやると本当に綺麗なボタンとか描けれるので、それを使って描きました。でまだ、ね、こういったものをあまり使っていない初心者の方は、ね、もうバンバン使ってください。はい、でこのベルトのバックルっていうんですか、ベルトの金具の部分がありますよね。そこも四角形定規でこのようにして描きました。でそれからまた色をこのように塗っていきました。そうすると楽なので、はい、次はですね、微妙なシワってありますよね。そういったものはこのような感じで少し、塗って、で先ほども言った滑らか水彩ってありますよね。それでこのようにぼかすと結構いい感じになります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、また動画へのコメントよろしくお願いいたします。ではまた。